はい、今回は2017年世界選手権の黒チーグワンさんと白メイファンさんの対局を並べていきます。今回はね、世界選手権の中でも、珍しいわけじゃないけど、同国対決ということで、お互い中国の選手ですね。個人的にこの対局すごいレンジの魅力が詰まってるなと思うので、今回選びました。それではやっていきましょう。戦型自体は、ちょっと実際のね、棋譜の向きに合わせてやりますけれども、1、2、3となりまして、一般的に、特に日本のルールですと、白2をね、一応直接はこちらの方向に打つというふうに決められているのですが、今回ね、棋譜の実際の入力向きがこちらになってましたので、いやでもこれ直すか。直すっていうか、少々お待ちください。はい。いわゆる正規の向きと言われるところに、ちょっとこちらで並べ直しました。棋譜の内容自体は変わっていませんので、ご容赦ください。それで白4ここに打ちまして、黒5ここという形が、この、対局の出だしですね。で、これは、白6でここに打つと、比較的メジャーな定石に合流するということがあります。本局も、そうなりました。で、黒7で早くもね、作戦のね、分岐があるんですけれども、一番メジャーなのは、ここですね。ここに打つか、次に時点でこう打つか、で、最後もう一つの選択肢として、ちょっと奇襲気味なんですけれども、こう打つという、主にね、3通りの選択肢が考えられます。で、本譜は、何をやったかと言いますと、黒は7と打ちまして、白は8と3を引きました。この3引きは、今の時代だと、現代のね、2026年の状況ですと、ほぼ当たり前というか、多分この局面を迎えたほぼ全員が3を引くということだと思いますけれども、この当時2017年の状況を鑑みますと、結構こちらに打つね、こちらの単に止めておく白8ということが選ばれる棋譜も多かったと思うので、なんだろう。別にこれで善悪がすごい分かれるっていうわけではない。厳密に言うと分かれはするんですけど、厳密に言うと、こちらの白8の方が、白としては、評価値はいいというふうに言われてるんですけれども、少なくとも、この当時においてはどちらもあるよねって言われてた中で、この時代だとどうなんですかね。ちょっと珍しいんですかね。両方とも五分五分ぐらいで出てた記憶はあります。で、白8となりまして、この局面はね、特に現代でレンジを打っている方はもう何回も何回も見ることになると思うので、ぜひね、覚えておいていただくと使えるかなと思うんですけれども、こうすると、こういう風に止められて、ここの剣先と、この横の連のコンビネーションで、ちょっとこれは以下厳密に打たれると白が勝ってしまうということで、現在では打たれてません。ただ、この黒9を正確に咎めるのってすごく難しくて、しかも咎められないと黒勝ちになりやすいっていうね、黒としても結構この作戦を仕掛ける甲斐はあるかなという手順です。なんですけれども、現代ではこれは厳密に打つと白が勝つということが分かっています。ですので、こちらに打ちまして、この3を逆に止めさせるという手をね、見て満足してから、ここに打ちます。で、11と、剣先を叩きました。これはね、例えば、一見すると、こういうような手とかね、こういうような手があるんじゃないかっていうのが、おそらく目につくかと思いますが、例えばね、こういうような手には、こうシンプルに止めておく手がぴったりですかね。具体的には、この3を引かれても、こう止めておけばいいですし、
この3を引かれても、もう一回3手引けるんですけど、この3を、白が3で返せるので、この局面は、白が先手を保っているということになります。なおかつ、飛び3と打てるんですけれども、これもね、4で取れて、4から3と打って、どちらを止めましても、飛び石を打って、3、3と打てば、ここがね、長連のラインになりますので、黒が受ける手はないんですね。こうされて。というわけで、これは白勝ちの進行となります。で、あとは、こういう手ですね。こういう手もね、結構、なんていうか、目につく手なんですけれども、狙いとしましては、例えばね、白12個を打つと、これでもいいのかな。これでもいいのかもしれないんですけど、飛び3から打って、こうなって、こうなって、いっぱい、こう、黒は攻めることができて、結構幸せだよというのがあるんですけれども、なのでね、こう12というような手はね、いいんですけれどもね、この局面というか、この局面に限らず、こういう形になった時に、有名な手筋がありまして、それが、白12とここにね、打つ手ですね。場合によって、こう、4を伸びてから、こう打つとか、4を伸びずに、こう、単にこう打つというような分岐があるんですけれども、これは、専門的には、牽制と呼ばれるテクニックですね。牽制というのは、ざっくり言いますと、直接相手の連を止めずに、自分が攻める手を打って、先手を取るというテクニックですね。具体的にはどういうことかっていうと、例えばここに3を引くと、この飛び3で白が先手を取ってますと。で、ここに3を引くと、4からこう止めておくと、次にここにね、白資産があるので、黒が例えばこういう手を打つと、資産で勝てますと。かといって、こういうのを打つと、こうやってなんかいっぱい打てるので、白は攻めが継続できますということで、これも白先手なんですね。で、あとは、先ほどの飛び3からこういう手があるんですけれども、これにもね、こういう手で返せるんですね。で、これがね、結構、連中に慣れてないとなかなかね、認識しづらいんですけれども、次に、こう、黒がね、3とか打ちますと、普通でしたらね、3を打たれたら、こう、止めるとかしないといけないんですけれども、この局面はね、白に塩いというテクニックがございます。で、具体的には、4を打って、資産というのでね、先に黒のこの3を無視して勝てるということですね。こういうのが結構、出てきやすいので、覚えておくと役に立つかなと思います。で、というわけで、現在ではこの局面では、剣先を、このね、白の3を叩くというのが確立してます。で、14と、12と打ちますと。ここも、なんか従来はこういう風に打つ手とか、例えばこう打つ手とか、こう打つ手とか、いろいろ試されてるんですけど、今はほぼこうですかね。そして、黒13では、大きく分けて2通りの選択肢がありますかね。で、それがこれと、ここに打つ手なんですけれども、これちょっと専門的な話になるんですけど、この向きで打つと、これはね、頑張ると白が勝つということが言われております。ちょっと難しいんですけれどもね、例えば、こう打って、こう打って、こうなって、で、これがね、すごく自然な進行のように思えるんですけれども、こう飛び3を打ち、こう打って、飛び石を打ち、こう打って、こういう風に、攻めながら、この赤い×のね、三々金を狙うというね、攻め筋が白にはありまして、この他にもいろいろ、白としては打ち替えの手順はあるんですけれども、
まあ、例えば、こうやって、こうやって、止めとく。これもそんなかったかな。この時はどうだったかわかんないな。こうか。いろいろあるんですけれども、基本的にはね、どの手順も難しいんですけれども、頑張れば白が勝つというふうに言われています。なので、この13が打たれるのは、ちょっと専門的なんですが、万端関係というね、その盤の端までの距離がね、関係しているんですけれども、それが、なんかね、一路ずれている形が登場することがあるんですね。そういう曲も、これからというか、今回ではないんですけれども、後ほど紹介させていただこうかなとは思うんですけれども、その時に、黒13という手は打たれることがあります。で、なので、13はこちらに止める手が主流となっております。で、白14、3を引いて、止めて、白16でこうなりましたと。この手はね、だいたいいつぐらいかな。この手が初めて出たのは多分相当古いんですけれども、しばらくの間この形だとね、この白16という手が、最有力だとされていたんですかね。現代のAI をね、駆使した解析ですと、どうやらこちらの方が厳密には勝るというようなことが言われておりますが、このあたりは、なんて言うんでしょうね。好みに近いですね。どっちでもいいと思います。後の選択肢としては、こういうようなね、この斜めの、3の攻撃力を活かして下側に展開していくというような作戦もあります。現代だとほぼこれかな。なんですけれども、本譜はこうなりました。で、17、18、19となりまして、20ですね。で、21となりました。この21はね、一見放っておきたいなということもね、あるかもしれないんですけれども、放っておくと、飛び3と打たれてしまって、飛び3を止めるんですけれども、地3と打って、4で返せるんですけれども、ここに4打たれて負けてしまうというようなことがあります。なので、黒としては、これ付き合わなくちゃいけないんですね。なので、こうやって受けます。で、22、23という手で、これが結構ね、この時代を反映している手で、なんか私の記憶が正しければ、この23を打ったのはね、2010年のチーム世界選手権のタイムラチュネットさんという前回の動画で紹介した方なんですけれども、その方が多分この23を打った初めての人なのかな。ちょっと厳密なことはね、断言できないんですけども、もしかしたら違うのかもしれないですけれども、多分、大きな対局で採用されたのは、この2010年の対局が初めてかなと思います。この時代、2017年の時代は、まだ、人間が、なんでしょうね、気軽に使える AI というのはなかったので、なんか強い方がね、打った手をね、軸にして研究していくというのが、結構盛んに行われておりました。この23自体は、直接的な狙いとしましては、放っておくと、打って、これで、資産があるので勝てると。なので、白に受けさせるんですけれども、これ4を伸びて、こうしておくと、左側の攻めを整えながら、右側もね、後にこういう手とか、こういう手とか、こういう手、こういう手、いろいろあるんですけど、を用意して、なおかつ23っていうのがね、ここに3を打った時の横の
端をね、あらかじめ止めているってことで、まあ結構攻防手な意味合いがあります。なのでかなり効率いい手というふうに言われていて、結構人類の間で人気でした。今はね、現代のAI の研究ですと、こう打つんだったかなと思いますね。で、まあ、数値的には、まあ、こちらの方が確か高かった気がするんですけれども、まあ、結局のところ、どちらも一局ですかね。という事情がございます。で、こうなって、こうなりますと。で、28、29、30と抑えまして、この30っていうのが結構大事な手で、まあ、28でこの黒の縦方向の展開を先に抑えてるっていうのも大事なんですけど、ここにくさびを打ち込んでおくことによって、まあ、こういうような攻め筋をギリギリ受けようという意味合いがありつつ、なおかつ黒が何もしなければ白32というような手とか、あとはね、なんかこう32で、ここのラインの資産を狙って受けさせてこう打つですとか、まあこう打つですとかっていうのがね、結構白の攻めとしては早いんですね。ですので、まあこれも、攻防手ですね。なので、白は30という風に打ちまして、黒は31でこう飛び3と打ちました。まあ、この手はね、飛び3なのでね、一見攻めてるっていう風に思われがちなんですけれども、まあ、ここの場所に先に打たれたくないという意味が多分大きいですね。で、32と、これは中を止めるしかないのですが、で、この32を見てから33と、じっと受けます。これが仮に、まあこういうのですと、まあ先にこう打たれるとね、だいぶ景色が違って、白が結構攻めやすそうだなということになって、まあ忙しいんですね。まあ、この場合どうなのかなちょっと私この局面にあんまり詳しくないんですけども、こうした時に一応黒がこういう手とかこういう手とかから、まあ先手で攻めるような手順が、まあ見えるんですけれども、この局面で黒が勝ちきれているのか、あるいは、まあこうやって攻められるんだけど、何もないから白がいいのかはね、ちょっと、すぐに判断はできないんですけど、まあね、そういうような、事情がありまして、先に31と埋めておく方が、まあ、手堅いということですかね。で、で、34となりました。まあ、これは、次にね、黒が打つと結構いい場所なので、ここですね。縦に1個と横に1個と斜めに1個あるということで、ここはかなりね、黒にとって、いい場所なので、そこに先に先着するという、まあ、基本に忠実な手ですね。まあ、ただ、ちょっと防御に振りすぎっていう意味合いはありまして、ちょっとだけ攻撃的にするのでしたら、まあ、こういう手の方が現代は多いのかなと思います。まあ、これだとね、何かの時にこうやって飛び3とか打てるから、結構攻撃と防御どちらにも効かしていい感じではあるんですけれども、まあ、このあたりは、まあ、これもほぼ好みの次元ですかね。まあ、34どちらに打つかは別として、この局面は確かね、当時の課題局面っていう風に言われていて、まあ、黒がそのどういう風に打てば優位を確立できるのかっていうのが、まあ、よく分かってなかった時代だし、形勢自体も多分不明というような扱いをされていて、黒白どちらを持ってもいい勝負だよねという感じでした。これ現代だと、この図は確か34こう打つと評価値的にやや白寄しだったのかな。ちょっとうろ覚えなんですけれども、なんかそんな記憶がありますね。で、まあただ当時だと、まあほぼ互角っていうか、まあなんか黒を持ってる人のが若干多いまであるぐらいの戦型でした。で、34に対しまして35と、この剣先をね、透かし止めしています。まあ、これは、次に、こういうような手からね、
攻めようとか、まあ、部分的にはこうとか、こうとか、こういう手が狙いですね。まあ、なので、当然そういう手をね、許すわけにはいかないのですが、なおかつ、まあ、白から早い反撃があるかどうかっていうことなんですけど、まあ、もしかしたら、今この、寄付を見てる素朴な感情として、こういうのを見たら、例えば、こういうところから切り合う手順を探すですとか、なんかこういうところからちょっと反発しながら、ね、局面を打開する手を考えるとか、まあそういうことを今の私なら考えそうなんですけれども、なんかこの時代の風潮的に白は結構、そんな反発を狙わずに、こう、じっと受けておくものみたいな印象があるんですよね。で、じっと受けておいて後から反撃を狙うみたいな印象があるので、まあこういう手とか、まああとは、なんでしょうね。まあこの斜めのラインを重く見るのであれば、こうとか、こうとか、打つ可能性はかなりありますよね。まあでも受けるんだったらこれが硬いんかな。これか、これか。こうすると、まあこれがちょっと気になるっていうのはありますね。まあここの36と30っていうのができはするんだけれども、これがね、こう、両側から止められて、黒としてはちょっと気持ちよくて、外側にも回ってて、色の手に困らなくて、まあただ別に、見た目が黒いっていうだけで、全然負けるわけじゃないからな。負けるわけじゃないから、なんとも言えないんですけど、うーん、今の私の感覚で言うと、まあ、こういう手から先に考えてみたいんだけど、でもこれもなんか、そのギリギリのところでね、先手をこう取る手順みたいなのを出されると、ちょっと不安だなって思うので、考えるだけ考えて結局打たないかもしれないな。まあ、普通に打つんだったらこういう手とか、こういう手だと思いますね。こういう手とこういう手。で、ちょっと反撃重視でいくんだったらこうか、こうか。こうしたときは、まあ、例えばこうしてくれればこうできて、なんか手順に白はこうレーンを作れていいなっていう感じなんですけど、素朴に抑えられたときに、なんかどうなっているかってことですよね。ちょっと、いや、これは、だから吉橋よくわかんない、なかなか混沌としてる戦いですね。そう見ると36も結構魅力的だな。なんか、まあ、あとはなんかね、こう全くこの辺を無視して、なんかこういうのを打たれて負けちゃわないかみたいな話は、白としては常に気にする必要があるんですけど、まあでもそれを、まあそれはね、一旦頑張って考えるとして、まあ最悪この37と5のね、この連は、これで先手で止められるので、ちょっとこの36は考えてみたいな。だから何もわかんなかったら多分こうすると思います。何もわかんなかったらこうして、自信があればこうとか、こうする感じですね。で、本当になんかいきなり切り合えるぜって思うんだったらこれでいくみたいな。持ち時間あるんだったらなんか、10分か15分ぐらいは一旦この進行を考えてみたいですね。で、これで、なんか致命的に破綻する手がないんだったら、まあこういう手から順番に考えたいなっていうのが、まあ今の私の感覚なんですけども、まあこの2017年当時の私の感覚を思い出すと、多分こうしてそう。まあこの36が一番手堅いっていうか、そんなすぐに負けにくいような気がします。ただちょっとなんか、受け一方寄りすぎるかなっていう気がするので、バランス取っていこうかな。これ打てたらいいな。けど、ちょっと次の手見ますか。あ、36打ちましたね。まあ普通の手ですね。で、黒は、まあ気にするのはね、次にこういう風に打たれること。
とか、こういう風に打たれる手なんですけれども、まあ、それをどのくらい気にするかっていうのが一つですね。まあ、瞬間的には、一手ね、黒が先行してるので、まあ、好きな手を打てるんですけれども、この白のいい場所をケアするのかしないのかっていうのは結構重要な分岐点で、で、ケアするんだったらどういう風にケアするのかっていうのが、まあ、大事なポイントですね。まあ、例えば直接的に、そういう場所をケアするこういうような手とか、こういうような手はもちろん有力です。まあ、有力なんですけれども、こう、なんだろう。ぼんやりとね、こういうような手を打ち続けてると、なんか黒の攻めるスペースがだんだんなくなっていって、最後に白の打ちたいこういうところだけがね、残るとかいうのが割とありがちなので、まあ、この辺は結構黒は腕の見せ所っていうか、ちゃんと方針を立てて考えなくてはいけないっていう感じですね。まあ、あと目につくのは、こういってはまあ1回目につきますかね。なんか、例えばこうなってこうなるっていう感じで、まあ、こうなるんだと思うんですけど、まあ、こうなった時に、この20周辺の白の反撃が消えるから、ここで改めて、この辺に手をつけることを考えるみたいなのが一つの考え方としてはあるんですけれども、今こうやって並べてみてると、40って石が入っちゃうと、この斜めのラインが切れちゃうんだよね。まあだから、そのあたりがちょっと黒としては悩ましい。うん。どこの攻め筋を相手に差し出して、どこを自分がこう、確保するかみたいなのが悩ましいですね。あとは、なんかこういうのとか、こういうのはいつでも使えるので、この辺の使いどころをちょっと見極めたいなっていうところですね。まあ、なんだろう。何も考えないで、1秒で打てって言われたらこう打ちます。けど、こう打つと、こう打たれるのが気になるんだよな。だから、左側に手をつけるならこういう手な気がしますね。まあ、こう打つかな。他の手わかんないな。でも、手広いっちゃ手広いんですよね。あとはまあなんかこういう風にね、こう、桂馬の目で主張していくっていうのもあるんですけど、まあそんな悠長なことをやってると、なんかいよいよこういうのが来たりとかね、する可能性があるから、この辺の方針はかなり難しい。現代だと、この辺までは、なんか、この辺のさらに20手とか30手ぐらい先まで、なんかこう、AI で頑張って掘るっていうのもね、結構やってる方がいるんですけれども、この時代は、まあ、初見じゃないかもしれないけれども、ガチでね、なんか、大してそんなに分かってないっていうことも多いので、うん、対局者の結構腕の見せ所だと思いますね。まあ、どうかな。普通に打つんだったらこうだと思います。ちょっと次の手見ようか。ああ、こっちでしたね。うん。まあ、これはこうかな。まあ、これはね、どっちも、ある。何を重視するかなんで。で、38。ほう。こうすると、あ、こういう手があるのか。こういう手があって、で、なんか止めるんだけど、3引かれて、まずいみたいな話なのかな。なるほど。だから38、ここにはちょっと打ちにくいと判断したと。それは分かってなかった。で、こうした、まあ、これはさすがにこうだと思います。39、40。あ、でもこうなるんだったら黒がポイントを稼いだかな。こうなるんだったら黒がポイントを稼いだ。まあ、一回こういう場所とかあるし、まあ、この場所に打つことを念頭によってこういう場所とかもあるし、うん、ちょっと黒に楽しみが多い局面な気がしますね。まあ、どのくらい形勢が傾いてるとか全然わかんないけど、流れは黒良さそう。こうなるんだったら。
形成っていうか、なんか快適さですね。形成はちょっとよくわかんないけど。で、次。41。強い人ってこうやって打つのか。なるほどな。これどういうことかっていうと、一番はこれを間接的に受けているっていうのと、こういう手が入った時に、この42と4の斜めをあらかじめ、両側から挟み込んでますっていう手ですね。で、なおかつ、黒の次のこういう手の破壊力を上げてたりとか、こういう手とか、こういう手とか、いろんなね、場所にいい場所がありますよっていうのを手広く主張したのが41で、これいい手だな。改めて並べると発見があるもんですね。この多分最後に並べたの、何年か前で、進行を全然忘れてたんですけど。いや、いい手だな。いや、いい手。いやなかなか、今だって話してて思いついてなかったもんね。なるほどな。こうやって打つんだ、レンジュ。何回もカチカチしてるけど。そっか、41、いい手だな。もしかしたら厳密にやると、なんかこうやって切り合われてどうなのかみたいな話はあるんかもしれんが。この中央から左側の攻防にかけては、この41はかなり優れてる感じですね。問題は明確に一手遅いので、この瞬間切り合えるかどうかみたいな話はあるんでしょうけど。次見ますか。42打ちました。これはなんか、攻めてるっていうよりは、この42でできた、ここの横のとか斜めを使って、なんとか41の威力を削減しようということだと思いますね。なのでこれほぼ受けてますね。43。黒は、この41から、次にこうとか、こうとか、追撃が間に合えば勝ちなので、ゆっくり間に合わせようっていう方針ですね。白は、なんか間に合わせるとダメだから、なんとかして先手で、こう、受けるみたいな。こういう、こういう手で対抗していくのかなわかんないけど。44打ちましたね。うん。普通に打つんだったら、こう、これもなくはないけど、はい。45。3を引くと、ここの縦のラインが長連になるんですけど、で、こう打てば、ここは長連で使えなくなるんですけど、だけど、白がここの長連を完成させることは絶望的に難しく、なんなら47で外側に回った石の方が価値が高いみたいな話がありそう。でもやるかな。やりましたね。46、47。48と、直接こうやってここに飛び4を打つんじゃなくて、保留してこうしましたね。もしかしたら、ここに打つ白が、ここに4をね、残すことの方が価値が高いっていう可能性もあるかもしれないし、今すぐここに打つ必要はないだろうっていう判断ですかね。で、49と、この手は黒待望の攻め筋で、48が、一手ちょっと遅いと見て、これが間に合うという判断ですね。ちょっとなんか長連狙われそうで怖いけど、どうなんでしょうね。50。この手は受けの急所です。こういうのをやると、なんかこういう、ここのラインがちょっと空いてるのかね。この縦と斜めが空いてるのがちょっと気になるから、そこの空間をかっちり止めたっていう手ですね。急所なんだけど、怖いっちゃ怖いな。あとは、こうみたいな活用の仕方もあるので、そういうのを嫌った感じですかね。で、いや、改めて並べてるけど、めちゃめちゃ難しい練習してるな、この人たち。全然わかんないですね。
や、わかんない。波の手だと、このなんか、ちょっとぬるいような手を考えちゃうけど、なんか、放置していいんだったらこっち側にちょっと一回打ってみたいかな。こう、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 どっか。ここ手抜けるかどうかの判断大事だったけど、ちょっとわかんないね。まあ、なので次の手を見ます。51、はい。52、ここで使いましたね。53、54と。これは手抜けるのかな？手抜けるんだったら、右側打つ可能性あり。見ますか？一回止めた。止めたっていうことは、多分これ自体も先手なんだと思いますね。わかんないけど。受けるんだったら、こうか、こう。気持ちはこう受けたいけど、ちょっと怖いっちゃ怖いんだよね。怖いっちゃ怖いから、なんかその、ここの斜めがね、生きてるのが、4から4で生きてるのがちょっと気色悪いから、これとか、まあこういう手をするかもしれない。でも冷静にはこうかな。これが硬い気がする。硬い気がするとか言って、全然ダメだったりして。まあ、次の手見ますか。56。まあそうですね。57。もう冷静。冷静だな。この剣先も叩いて。これがまだ先手で入るとおっしゃる。あれか、なんかここに死がいるから、この飛び3を使ってなんかいろいろ楽しいことができるってことかな。ってなったら、そうだな。いや、どのくらい欲張れるかわかんないんですよね。なんかその危険度がちゃんとわかんなくて、こういう、黒の攻め筋があるんですけど、これがどのくらいの破壊力を秘めてるかっていうのの判定が難しい。なので、無難に受けるんだったら多分こういうようなので確実にラインを切る黒の。まあ、ただこういうことをやると、右側に無防備で打たれちゃうから、まあ、そういうのが嫌だったら、なんか、なんだろうな。こういうのとか、こういうので、なんか許されないかな、みたいなことは考えますね。いや、でもここまで来るともう持ち時間も大して残ってないだろうから、58とか気持ちは打ちたいけど、相当なプレッシャーだよな。マジで打てない可能性は全然あるし、これは、ちょっと、怖くて打てないかも。次の手見ますか。58。なるほどね。いや、どうなんだろう。なんか、かけるんだったら、こっちの方が硬い気がしちゃうんだけど、このラインが抜けるのが気になったってことよね、多分。この斜めのラインと、あとなんか、このロケット素通しが嫌だったみたいな。こうした時にこうできないみたいな話を気にした。その説は、全然ある。全然あるから、もう何も話してないみたいな、何も情報量のある内容を発信してない気がするんですけど、確かになんかめっちゃ怖いのはわかる。難しいな、レンジ。58、そうですね。まあ、一理ある。59、これはなんか、ここの連携を結構頼りにしてる感じですね。まあ、なので、ここに打ちたいかな。なんか、こう打って連を作るよりは、ここに打った方が確実に連携を切れる気がする。まあでも、もうどっちもありそう。はい。60。これ絶対ってことやばい、何も局面についていけてない。
ついてきてないんですけど、これ打てないってことか。なんかこの4がね、ヒストリーいるのが確かに怖いんだよな。こういうのがね、来るから、ちょっと、突然、なんか罪って言われかねないから、めっちゃ怖い怖いんだよな。でも、うん、いや、どうなんでしょうね。この2本残しとくの結構な脅威だけどな。まあまあ、はい。次の手を見ましょうか。61、62、63、64、65。お腹いっぱい打ってるけど、これ何が起きてんだ？こう打つとこうできる。これが、まあ資産があって、資産があるけど、こうするとこれ何が起きてますか？これなんかいい打ち替えがあるのかもしれない。まあちょっと見ますか。66、あ、こっち止めたね。こう打てないってことか。これ何を言われてんだ？やばい、何もわかんない。まあまあまあ、ちょっと、いいとしましょう。ちょっとわかんなかった。と、あれだったら、終局後に AI で調べます。で、67、積みって言ってんのかな？ 68、69、70、71、72、73、74、75、投量、怖っ。まず、この3なんですけど、こう止めると、これが効いてきて積みってことですね。で、これ黒勝ちで、こう止めたんですけど、で、一見、これで勝ちに見えるんですけど、まあ、こうしちゃうと、まあ、一回止まると。まあ、それでも勝ちか。まあまあ、いいんですけど。で、まあ、単に、本譜はこうしたんですけど、これどういうことかっていうと、止めた時に、飛び石を打って、4を押して、4を押して、3というね、なんと塩絵がありますね。なので、この盤の左側から右側まで全部使った塩絵ですね。すごっ。いやー、そっか。いや、こんなレンジ打ったら気持ちいいだろうな。そうなんですね。はい。というわけで、この曲に関しましては、黒70、75までで、白の投了となり、黒のチーガンさんが語れました。というわけで、ちょっと最後の検討だけしますね。はい、ちょっと検討してきました。いや、なんかものすごい、66こうしたときに、いや、なんか私全然分かってなかったんですけど、確かになんかこう打つと、まあ先にこう打ってもいいのかな。ちょっとこれ、順番がもしかしたら大事かもしれないんで、だいぶ言ってること間違ってるかもしれないんですけど、北斗先生が言うには、67、68、69、70で、71ってこう打ちます。で、これは、こうしない、こうすると、こうなって、こうして、まあ、先ほど言った罪がありますね。この罪なんですけど、ここで、まあ、なので、72と受けるわけですね。
で、この時に、いや、すげえな。で、73って打つんですけれども、で、この73っていうのが、こことここの2箇所に負担があるんですね。負担があるので、この2箇所を同時に受ける受けっていうのは、ここしかないと。まあ、ここだったら、この斜めを止めながら、負担って打った時に、まあ、4で取れると。で、こうなってこうなるんですけど、で、こうなりました。で、まあ、ここの4はね、先に打たれると困るので、打ちますと。打って、いや、なんか、こうしてるんだよな。いや、これすげえ手だな。これどういうことかっていうと、この81っていうのは放置すると、83から85って言って、ここの、なんか盤のすごい端の方で、潮位が発生してます。なのですが、かといって、ね、じゃあ、例えばこの潮位を止めます。あ、違う。止めますってすると、4して、4して、4して、3の潮位なんですね。あ、これすげえ。こんな罪なんだ。いや、それ全然わかってないわ。全然わかってなかったですね。全然わかりませんでした。というわけで、なんか、実践なのに作品みたいな積み方を見てしまいましたが、まあ、こういうような、ものすごい罪がございました。というわけで、いや、この曲は、チーガーさん強かったですね。まあ、というわけで、本日は、2017年世界選手権の、黒チーガーンさん、白メイファンさんの対局を並べてきました。本日はご視聴いただきありがとうございました。